こんにちは、なつです。今日は少しだけいつも動画を撮っている道具たちを紹介してみようと思います。刺繍 Vlog を始めてから少しずつ試行錯誤しながら配信してきました。こういう風に撮ってるんだなぁとゆるく見ていただけたら嬉しいです。私自身カメラなどの知識は全くなくて、むしろ機械音痴なくらいなんですが、いろんな方の動画やレビューを参考にしながら少しずつ今の形になりました。そんな知識がなかった私でも買ってよかったなと思ったところや失敗しちゃったかもなということをお話ししていけたらと思います。私の動画は作業部屋の中で撮ることが多いので、雰囲気や落ち着いた空気感などを大切にしています。なので同じようにおうち時間を撮影したい方の参考になれれば嬉しいです。それでは早速カメラから紹介をしてみようと思います。最近最新モデルも出たオズモポケットを使っています。私が購入したのは2024年頃でしたので、その当時販売されていたのは DJI オズモポケット3でした。選んだ理由は高級なカメラを何台も揃えるのが難しかったので、一つでいろんな場面に使えることを大切に選んでみました。旅行に行く時も持って行きやすくて、お家の中でも撮影しやすいもの、その両方を叶えてくれそうだなと思ってこちらを選びました。カメラは1台しか持っていないので、実際のオズモポケット3を動画ではお見せできないのですが、実際に使ってみて、旅行ではコンパクトで持ち歩きやすく、付属の三脚にも助けられる場面が多かったです。そして角度を自由に動かせるので、お家での撮影では特に便利に感じています。ただ少し心配していることもあって、カメラ部分がくるくる動く分、長く使った時の劣化など少し心配しています。実はその部分のノイズも気になっているところです。あとは私の動画が刺繍動画なので、もっと手元をアップで撮りたい時があるんですが、ズームをしても今くらいの距離感が限界なんです。もし次に買い替える機会があったら、もっとズームして撮影できるカメラもいいかもしれないなと思ったりしています。次にご紹介するのはライトです。使っているのはゴドックスというメーカーのライトとカバーです。強い光ではなくて柔らかい雰囲気になるものを探していた時におすすめ情報を見て購入しました。実際に使ってみると、これは本当に買ってよかったなぁと感じることが多いです。この大きなカバーをつけることで光がふんわり広がるので、見てください。全体的な印象がすっごく変わりますよね。カバーがないとこんな風に壁に影ができるくらい強い光なんですが、カバーをつけるととっても柔らかい光になって壁の方に影も映りません。
このカバーが本当にいい仕事をしてくれています。動画撮影ではもう欠かせない相棒ですし、SNS 用の写真を撮る際にもかなり重宝しています。なんて言ったって雨の日にも撮影できちゃうところがいいところです。ただ柔らかい光なので、その分もう少し明るさが欲しいなと感じることもありました。なのでその後にこちらのミニライトも追加で購入しています。 YouTube 撮影をしている時、画面が暗く感じる時はこの2つを組み合わせて撮影をしています。あとは一つだけ本音を言うと、夏場すごく暑いです。私の場合、手元を明るく映すためにライトを近くに置いています。なのでやや汗だくになることもあったりします。なるべくリラックスして見てもらえる動画にしたいので、こういう裏側な話はお伝えするか迷いましたが、今回は機材紹介ということで小さな本音もお伝えしてみました。そして撮影には欠かせない SD カードです。使っているのはキングストンの SD カード。カメラによっては相性が合わないと撮影できないこともあるみたいで、Osmo Pocket 3でも使える SD カードはどれだろうと調べていた時におすすめに出てきたので購入しました。一番最初に購入するときは実際に見に行ける家電量販店に行ってみたのですが、想像以上にものすごい種類の SD カードが並んでいて、店員さんにも質問してみたのですが、詳しい方がなかなか見つからなくて、その場でまた調べつつずっと悩みました。機械関係が本当に苦手なので、私にとってはものすごい難問すぎました。気づけば2時間くらいはお店にいたと思います。しかも結局どれがいいのかわからなくて、その日は買えずに帰ったんです。その後またネットで調べておすすめを買ったんですが、その情報をまとめてくださった方には今でもすごく感謝しています。実際に使ってみると問題なく撮影もできて、今も安心して使えています。SD カードの本音を言うと、最近は物価や材料費の高騰で値上がりもかなり大きくて、続けていけるかなと不安になることもあります。私が最初に購入した頃は5時間くらい撮影できる容量のものが4000円台で買えていました。今年もう一度見てみたらなんと1万3000円になっていて、最初に買った時でさえ高いお買い物だなと感じていたので、もう声が出ないぐらい驚きました。今手元にいくつか SD カードがあるんですが、どれくらい長持ちしてくれるのかは分かりません。これからも YouTube を続けていけるように大切に使っていこうかなと思っています。まだまだ試行錯誤中ではありますが、今の動画たちはこんな道具たちに支えられて配信できています。そしてありがたいことに、
私の YouTube チャンネルは皆さんの応援のおかげさまで収益化ができています。ただ実はかれこれ4ヶ月ほど収益を受け取れていません。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、 YouTube は収益が8000円以上にならないと振り込まれない仕組みになっています。気づけばもうすぐ5ヶ月。でもまだその金額を超える気配がありません。そんな理由もあって、今使っている道具たちをすぐに新しく買い替えるのは難しい状況です。だからこそ少しでも長く大切に使っていけたらと思っています。今回は YouTube 初心者の頃に初めて購入したアイテムたちをご紹介してみました。もし気になるものがあれば概要欄にも載せていますので、参考になれたら嬉しいです。そしてこれからも刺繍 Vlog をゆるく更新していきますので、のんびり見守っていただけたら嬉しいです。刺繍の方ですが、今回は100円ショップでも購入できるフェルトにカゴを刺繍していました。次回の動画では何を作っているのか、他には刺繍しないのかをお届けする予定です。次の動画が気になってもらえたら、ぜひチャンネル登録もお願いします。皆さんからのコメントは本当に活力になっています。高評価ボタンやコメントでの応援待ってます。今回も最後の方までご視聴くださりありがとうございました。このチャンネルは普段はアルバイトをしながら刺繍で楽器を作っている刺繍作家の Vlog チャンネルです。見ている方の小さなヒントや参考になれていたら幸いです。それでは最後のじゃんけんです。最初はグー、じゃんけんぽん。今週もちょこっといいことありますように。